この度は弊社の社員がご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんでした。まあまあ、田島さん、そういう堅苦しいのはなしにしましょう。とにかく頭を上げてください。こちらがお預かりしていた代物です。返却させていただきます。誠に申し訳ございませんでした。そんなに固くならずに。何せ私たちはこれから同じ船に乗り込む仲間になるのですから、むしろ感謝しているくらいです。弊社社員の処遇についてですが、何卒穏便にお取り計らいいただけないでしょうか。ご心配には及びません。処遇も何も今回の一件は問題として取り上げるようなレベルにない些細なことですから。持ち出されたデータは取るに足らないものということです。そもそも例の島の件とは全く関係がない。なぜそんなものをわざわざ持ち出したのか不思議なくらいだ。研究者にはよくいるらしいんですよ。自身の仮説を何とかして実証しようとデータを改ざん捏造してしまうような輩が。今回のデータも。その通り。データというのもおこがましいような取るに足らない一研究者の妄想だったということです。田島さんもその辺はお分かりなんじゃないんですか。それってなんでかってこれってことなんでディスカッションもコストカットで痛い払いなんてこうハットな時代じゃずに行きましょう。逃げ腰のサルチじゃちょっと頼りない答え合わせは後にしてまずやってみようか。そうさトライライライもっとトライ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 一生懸命の現実も捨てたままじゃない悪くないじゃない最高に笑ってやれ。さあトライ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 もっとトライ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 一生懸命の空振りも諦められないそれでいいじゃないあの世界で戦うそのわけは。水割りお願いします。どうぞ。ああ、どうも。つまりさ、憎まれ役を買っててよってそういう風に決めてたの。前の会社では社長に気を使って何も意見を言わなかったの。そしたら潰れちゃって。だからね、今の会社では言うべきことはきちんと言うぞって頑張ったんだ。でもね、それもできなくなっちゃう。うちね、今度親会社に吸収されるんだけど、そこには僕の席がないんだって。あれ、白金さん？あ、おかえりなさい。武藤さんは？体調を崩したからお休みしたいと。それで君が代わりに？はい。こんな時間まですまなかったね。私が代わるから君はすぐに帰りなさい。どうした？多分武藤さん、仮病だと思います。
明日も明後日もずっと休むって言ってました。ずいぶん酔ってたみたいだし、私心配で。昨日のこと聞きました。武藤さんの耳にも届いているはずです。それでみんなの雰囲気が変わっちゃって。言いたいことがあるなら今全部言ってほしい。頼む。私が言えるようなことじゃないですけど、このまま塩田で働くのなんか違うような気がするんです。すみません。私たちのためなんてそんな気分聞きたくありません。あなたのために我慢して離婚しなかった。自分の親にそう聞かされたらどんな気持ちになる？人のせいにしてずっと逃げていたんだな。決断することから。元気そうだね。名前は？ああ、花子だ。それで今になってなんで急に決めたの？全部清算しなきゃいけないと思ったんだ。新しい彼女でも見つかった？そんなんじゃないよ。あんなにサインをするのを拒んでいたのに、書くとなったら躊躇しないのね。あなたらしいといえばあなたらしいけど、はっきり言ってくれないのね。今になってサインした理由。何か悪いことでも企んでるんじゃないでしょうね。あだばな。白金さんからここにいると聞いてね。ななりさん。そんなに警戒しないでくれ。仕事の話をしに来ただけだ。どういうことですか？手短に済ませよう。明日から一足先に僕だけ本社に戻るよう塩田から辞令が下りた。新部署発足の手続きはどうしても東京で行う必要があるらしい。へえ、島の環境に重大な悪影響を与えた会社の指示によく平気な顔で従えますね。あの件はまだ完全に立証されたわけじゃない。仮に事実だとしても僕たちの仕事はあくまで害獣を殲滅して島の平穏を取り戻すことだ。資金が潤沢にあれば今よりずっと効率的にその業務を進められる。島の人たちは原因の究明や島民への保証は別問題だ。事実が判明したらしかるべき方法で島民自らが訴えを起こせばいい。しかるべき方法？裁判を起こして島での暮らしを奪われた保証や被害の賠償を請求すればいいということだ。ただ決着がつくまで相当長い年月を覚悟しなければならない。そんなことは君も百も承知だと思うが、住民たちがその体制を整えるためにはまず我々が目の前の仕事を片付けなければならない。まずは島の平穏を取り戻し生活を安定させる。原因を究明ししかるべき措置を取るのはその後だ。クラウドファンディング用に準備しておいたデータ一式だ。あくまで僕の試験だが、クラウドファンディングは結局のところ一時しのぎにしかならなかったと思う。え？仮に水中走行機を導入できたとしても維持費や諸経費は賄えない。波止め自体があの経営状態ではすぐに財政が逼迫して資金繰りに困ることになる。いずれにせよ持続可能なやり方にシフトしない限り波止めが独立を保つことなど不可能だったんだ。今にして思えば不完全な計画だったと反省せざるを得ない。話は以上だ。邪魔して悪かったね。いいえ。一つ言い忘れたことがあった。君は僕が塩田のスパイじゃないかと疑っていたね。答えはノーだ。僕は僕なりに自分の道理に従って生きているつもりだ。
この映像を見てくれる？さっき白金さんが見つけたものなんだけど。野生のイタチ？あ、どう思う？どう思うって。水原さんの説にあった通り、動物が自分の意志に反して湖に引き寄せられた。そう見えない？だとしたらこのイタチも発電バクテリアを駆逐しない限り、巨獣は無限に生み出されることになる。早急に調査を始めましょう。そうしたいのは山々なんだけど。え？今朝届いたの。これによると害獣駆除以外でのロボットの使用は原則認められないって。なんだよそれ。要するに巨獣の真相に勝手に近づくことは許されないっていう向こうの意思表示だと思う。まさかそこまで。それで外せない？え？外すって例のあれのことですか？そう、起動スイッチの制御機。私が提案したの。沖野くんならできるよね？いや、そりゃ多分。でももし本当に外しちゃったらどうなるか分かってますよね。塩田への転籍がご破算になるどころか、器物損壊や背任罪で訴えられるかもですよ。私ね、波止めに来る前はリース会社で働いてたの。そこの営業部ってパワハラとかが当たり前にあって、入ってきた子がすぐに辞めちゃうようなブラックなところだった。私は管理部にいて、自分とは関係のないことだって見て見ぬふりしてたの。自分一人が声を上げたところで何も変わらないんじゃないかって諦めてたところがあって、私得意なこととかなくて、自分はまあこんなもんかななんて思いながら流されるままに生きてきた。何の取り柄もない人間が誰かに意見したりするなんておこがましいと思ってた。でもここに来て気づいたの。自分を否定して何もしないのは、歯を食いしばって目の前のことを何とかしようとしている人たちに失礼じゃないかって。間違ってることは間違ってる、ダメなことはダメ、自分が嫌だと思うことは嫌ってきちんと口にすべきだと今は思う。最低限それを守って生きていないと、誰かの指示を受けてしか動けない機械と同じじゃない。私そんな風になりたくないから。塩田に行くってことは、一人一人の考えや感情は黙殺されて自由が完全に奪われる。それがどういうことか、今真剣に考えないと取り返しがつかないことになる。わかりました。やりましょう。どうだった？塩田のやつらとんでもない仕掛けを仕込んでやがりました。それってどういう？あれは EMP という小型の電磁パルス発生器です。おそらく暗証番号を入力せずにロックを外そうとすると作動する仕様になってます。外せないってこと？専門の知識がいるので僕には。あっちはどう？電気ロックがつけられていないようだけど。あれ技能講習が必須なんです。僕には運転できません。くそ。40年以上も前、放映権、ソフトにグッズ、どんだけ儲かってんだろう。持続可能なやり方にシフトしない限り、波止めが独立を保つことなど不可能だったんだ。はあ、これまでお金のあるところから引っ張ってこようとしていたから、しがらみに縛られて自由に動けなかったんですよ。要はその考えを改めればよかったんです。それってクラウドファンディングを復活させるってこと？僕もそれが一番いい方法だと思っていたんですが、それだけじゃ不十分だと気づいたんです。1回ばかり目先の資金を調達できても根本的な問題の解決にはならない。持続可能なシステムを作らなければ結局は堂々巡りに陥る。僕らだけでやりましょう。目標は巨獣の発生原因の解明、それから原因を完全に取り除いた上で残りの巨獣をパーフェクトに殲滅することです。で、なんだよお前ら。
ガン首揃えて説教しに来たのか？武藤さんにお願いしたいことがあるんです。なんだ、パチンコの手ほどきか？仕事の話です。解消なしのロートロ親父にできる仕事なんてねえだろうが。おこぼれで別の仕事を頂戴するなんてあまりに情けねえ話じゃねえか。そういう生き方だけはしたくねえ。これは俺の最低限の矜持なんだ。塩田には行かねえよ。同じです。僕らも行きません。あ？だからといって巨獣との戦いを諦めるわけじゃありません。どういうことだ？巨獣の発生原因を突き止めました。なんだと？塩田のプラントです。しかし証拠となるデータは塩田の機密情報なので勝手に公開できません。私たちだけならまだしも協力してくれた人にまで迷惑がかかってしまう。塩田が波止めを取り込もうとしているのは卑劣な隠蔽工作だったんです。だから私たちは私たちの手でやらなければならないんです。何か策があるのか？ここから先の話を聞いたら武藤さんももう後戻りできなくなりますよ。それでも聞きますか？俺を試そうってのか？僕らの計画にはどうしても武藤さんが必要なんです。どうか力を貸してください。聞かせてもらおうじゃねえか、その計画とやらを。すみません、こんなところまでご足労いただきまして。いえ、こういう場所の方がかえって安全ですから。この度のことは本当に申し訳ありませんでした。いえ、謝らないでください。あなたは間違ったことをしていないんですから。道義的に間違っていなくてもしたこと自体は違法行為にあたります。二階堂さんを巻き込んでしまったのは私の責任です。水原さん、それは違います。責任だったら問題の発端を作った張本人である私が取るべきなんです。おい、一体どういうことなんだ。この微妙な時期に密会だなんて。塩田が知ったらますます大変なことに。それは例のデータです。現物は返却しましたがコピーしておきました。田島社長、そんなことをしたら。もちろん違法行為であることは承知しています。これを知ったら塩田も黙ってないでしょう。それなら。ですが私はもう決めたんです。これ以上私は私を見失いたくない。水原さん、このデータは私が盗んだことにしてくれませんか？私に騙されてデータを持ち出したと。そんなことはできません。私は明日このデータをマスコミ各社に送ろうと思います。同時に今まで記録した巨獣の動画を公表するつもりです。おいおいおい、正気か？合併がパーになるぞ。覚悟の上です。島民の皆さんに説明し謝罪します。その場にマスコミにも来てもらい巨獣の問題を多くの人に知ってもらうんです。そんなことをしたら逆に田島さんが訴えられてしまいますよ。もちろん承知しています。これは賭けです。世論が動けば支援が得られるかもしれないし、公的機関の協力を取り付けられるかもしれない。その上で塩田の責任を明らかにして島民の皆さんに賠償させる。その道筋をつけるのが私の務めではないかと思うんです。自分の足で立つとなればそれなりの代償が伴います。でもそれを恐れていては前に進めません。塩田は甘く見ない方がいいです。どんな報復が待っているか。失礼。もしもし。どういうことだ？何をやってる？龍岩島からの生中継です。だからなぜそんなことをしているんだ？みんなで何かできないかって考えたんです。それで思いついたアイデアが巨獣退治のコンテンツ化なんです。コンテンツ化？ライブ配信をすることで島の現状と巨獣の実態を一般の人たちに広く知ってもらいます。これからの活動は全部配信して収益を得るんです。配信で得たファンには支援も呼びかけます。この試みがうまくいけば自分たちだけで島を元の状態に戻すことができると思うんです。こんなことをしたら塩田の逆鱗に触れて取り返しのつかないことになるぞ。たくさんの人を味方につければ塩田にだって対抗できます。とにかくやめるんだ。
今さらもうやめることはできません。これだけの人が画面の向こうにいます。今中継をやめても炎上して余計に騒ぎになるだけです。今僕たちは1年前に全島避難を余儀なくされた龍岩島に来ています。島には有毒ガスが発生する危険性があり、今も一般の人の立ち入りは禁止されています。ですがガス以外に島の脅威になっているものがあります。それは僕たちが巨獣と呼んでいる正体不明の生物です。僕たちはこれまで島の脅威となっている巨獣を殲滅するために戦いを続けてきました。そして最近になってついに謎に包まれていた巨獣の正体、根本的な発生原因を突き止められる可能性が出てきました。これから証拠となる物質があると目をつけている湖北人湖の調査に入りたいと思います。お願いします。おう、任せとけ。はい、田島。まだか。今すぐやめさせろ。おい田島、聞いてんのか。とにかくやめさせるんだ。さもないと関係者全員処罰することになるぞ。いえ、やめません。何？島の実情は公表されるべきです。我々は巨獣の存在や発生原因を隠蔽しようとしている会社と協力関係を結ぶことなどできません。なんてことを。本当なら私が率先して動くべきだったんです。でも彼らに先を越されてしまった。これからは我々だけでやるしかありません。片岡さんも辞めさせません。社長。我々は我々の信念に従って行動する。波止め工業は渡しません。塩田は巨獣を増殖しようとしているのではないでしょうか。追撃されたらお前らを守りきれない。この場で片をつける。アルベさん。その矛盾に満ちた考えは到底私には受け入れられません。全ての責任は私にある。全面戦争だ。頑張れと叫ぶたびになぜ涙が溢れ出すんだ。君らしさを